にちは、皆さん、ミリカタロットです。はじめましての方もようこそおいでくださいました。どうもありがとうございます。いつもチャンネル登録や高評価のボタンを押していただいたり、温かな応援のお気持ちを向けてくださいまして、感謝申し上げます。引き続きこれからもリーディング動画アップさせていただきたいと思いますので、応援のほどぜひ、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。本日リーディングさせていただきたい内容は、あなた様とお相手様のことなんですよね。恋愛のテーマです。あの人があなた様を思うときはどんなときですかをリーディングさせていただきたいと思います。はい、それでは、こちらの、選択肢のカードを選ばさせていただきたいんですけれども、今回はエレメンタルオラクルカードちゃんに登場してもらっております。私は、選択肢のカードを選ぶときにエネルギーアップで、ある掛け声をさせていただいているんですけれども、もしあなた様がご存知でしたら一緒にご唱和してエネルギーアップお願いいたします。それでは参ります。はい、では選ばさせていただきますね。エネルギーを感じるところ。それでは、こちらの3枚のカードからエネルギーを感じました。あなた様が、これかなっていうふうに思うカードちゃんを選んでいただきたいと思います。裏の面で選びたいなっていうあなた様でしたら、今お選びいただけたら良いかなというふうに思います。はい、それでは、表の面にさせていただきます。左側 A のカードちゃん、真ん中 B のカードちゃん、一番右側 C のカードちゃん、こちらです。A のカードをお選びいただきましたあなた様のリーディングを開始させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、まずは、セレマタロットカードちゃんで、お相手様とあなた様の、ご関係性、今ね、どんな感じか、どういう、状態なのかといったことを出してもらいたいと思います。はい、お相手様とあなた様、現状今どんな感じかを見ていきたいと思います。カップの2の逆、カップの6の逆、カップのキング3の逆、そして、吊るされた男が出ております。ポトッと押してくれたジャンプカード、マジシャンのカードさんですね。まずですね、お相手様がね、あなた様と、本当はね、接したいなとか、交流持ちたいなとか、どうしてるんだろうというふうに思っていらっしゃると思うんですけれども、お相手様は、それを、なんか、表にね、出さないで、今お過ごしになっていらっしゃるよっていったことが伝わってきてるんですね。ハーグドマンが出ているので、この状況って、お相手様の、力ではちょっと動かせないような環境であったりだとかするのかなっていったことが伝わってくるんですね。マジシャンのカードポトッと落ちたんですけれども、お相手様はなんかね、これ全体的に感じると、表向きではすごくね、上手に何かなさってるような感じがするんですよ。エネルギー的に表向きの、なんか、なんともないよみたいな感じで、例えばね、お勉強でも、スポーツでも、お仕事でも、なんか、うまくこなしてるっていう感じは、皆さんにとってはあるかもしれない。印象がね。だけど、それはちょっとね、まやかしというか、偽りのお姿。そう。特にお相手様なんですよね。そう。お相手様が、なんでもないよっていうような感じに、していらっしゃるような、そういったエネルギーを感じるんです。あなた様ってね、すごく、本当話したい。いろんなことね、伝えたいこともあるんだけど、どうしてるかなというふうにも思ってらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんだけど、そうだけど、そういったことは出せない。出さないし出せないっていったような感じなのかな。はい。そういった現状を、感じますけれども、いかがでしょうか。ね。でね、次に、お相手様が今、あなた様のことをどういうふうにね、見ていらっしゃるかっていったこ
ことをちょっと聞いていきたいなというふうに思います。2、4、6。2、4、6。3、4、5、6ですね。はい。それではめくっていきます。パーフェクトタイミングと決断するとき。なんか、今ね、すごいね、お色がちょっと似てますけれども、お相手様から見たあなた様の印象というか、今のあなた様がどういうふうに映ってるかっていうことなんですけれども、なんか、あなた様がね、どこかにね、例えば飛んでいってしまうような、どこか行ってしまうんじゃないかなって言ったように見えていたりだとかするのかな。決断する時が出てますので、そう、あなた様が何か決めてね、次に、何をしようかなって、考えている。何かを求めて自分からね、離れていってしまうような感じもするし、自分から離れていってしまうんじゃないかなとか、どこか行っちゃうのかなとか、あなた様が何かをね、決めてしまって、お仕事とかでね、あれば、何か大きなね、目標を持って、これをやろう、あれをやろうっていうふうに、あなた様がとてもね、意欲を持って、活気あるような状態に見えてるっていう見え方もありますけれども、なんか、青系統なので、印象的に私が感じるのは、なんかクールさもありますね。あと意志の強さ。あなた様がやはりね、自分からね、離れてどっか行ってしまうんじゃないかなっていうようなことを見てるんじゃないかな。はい。そんなようなことも伝わってきてますけれども、そうですね。お仕事とかね、お勉強とかね、そういったことに打ち込んでいるあなた様のお姿っていうのも感じられますね。あとは何かね、あなた様がずっと頑張ってきていること、やり続けてきていることが今、ちょうどね、良いタイミングに何かうまくいき始めたなとかね。なんかそういったこともあるのかもしれません。もし、例えば同じ職場であったりだとか、あとは SNS でね、あなた様の近況を知ったりだとかしてね、そういうこともあるのかなというようなことが伝わってきてますね。はい。はい、ということで、なんか非常にね、冷静さをなんか感じているんじゃないかなというふうに思うんですね、お相手様。そんなお相手様なんですが、今、どんなことでお悩みになられているんでしょうかといったことをね、聞いていきたいなというふうに思います。はい、お相手様の、お悩み、今どんなことで悩んでるんでしょうか。ごめんなさい、ちょっとずれちゃった。では、開けてまいります。はい、モチベーション、ヒドゥンモチベーションズと、エンジェル・オブ・スレーブスの逆ですね。これ、両方やっぱり逆なんですよね。ちょっとね、入ってきて、パッと感じるのが、あなた様とお相手様のご関係性でね、悩んでるんじゃないかなっていったことを感じるんですよ。ここにね、え仲良くしている子供ちゃんたちがいるんですけれども、過去のことを思い出してると思うんですよ。で、この人の、いろんな活動や行動の支えになっているのは、思い出、過去のことだと思うんですね。そう、それがなんか崩れてしまっている。つまり、その自分が支えとしてきた、モチベーションとしてきた、なんていうのかな、なんていうんでしょう、やる気とか、そう、意欲ね。そう、そこがね、もうなんていうのかな、今、ガタガタ、そう、お相手様の中でちょっとガタガタしてしまっている。ちょっと揺れてしまっているような感じなんですよ。力の、天使さんね、これ、
テイサとライオンさんのやっぱパワーバランスみたいなのがちょうど均衡していてね、そう、同じような感じで、保たれていたんだけれども、それがね、両方とも今感じられないって言ったこと。だから何もやる気しないよとかね、なんか以前のような楽しい、ワクワクするような、その、モチベーションのきっかけ、元になっているものっていったものが自分の中から少しずつこう揺れ出して、こう、ポロポロこう、崩れ落ちてしまっているような、なんかそういったようなことを感じるんですね。お相手様のお悩みは、もしかしたら、あなた様がすごくね、占めてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。そう。なんかあったのかな、お二人の間で。すごく表面的には何でもないっていうね、先ほども申し上げたんですけれども、お相手様平気にね、こういろいろ日常のことも、こなされてね、お仕事も、ご家庭のことがあったらご家庭のこともそうだし、人間関係とかも、普通にしてるような感じなんですけど、実はね、お相手様の中では、こういった、ちょっとね、心がこう揺れてしまっている。そう前みたいな、こう、活力がこう、なかなか湧いてこない。何かやるにしても、こう、楽しむことができていないし、楽しもうとも思えない。あとはもう楽しみ方がわからなくなっちゃったとかね。はい。ちょっと気になりますよね。なんか、何があったのかな。今ね、じゃあお二人の間で、お二人の関係性って、何かね、学び合うことがあるのかちょっと聞いてみたいなと思って、今、ちょっとペロってめくれちゃったんで、一応、ここで出しておいてもよいでしょうか。はい。お二人の間ってどんなことをね、学び合う、お二人なんでしょうか。よいしょ。はい。ちょっとびっくりしたんですけれどもエンジェル・フォー・ユー・オラクルカードちゃんなんですね、今のカードちゃん。すごいいっぱい、めくれて出てきてくれたんですよ。例えばね、カードって、ポロって落ちたり、パッとこう、滑ってね、落ちてくるような、出てくるような、カード切ってる時に出てきてくれるようなカードって、ジャンプカードって呼ばれてるんですけれども、なんかもう、ペロッペロってこういう風にめくって出てきてくれてるんで、そのカードちゃんが伝えてほしいっていう風に、言ってきてくれてるんですよね。びっくりしました。こんないっぱいペロってめくれることはないんですね、なかなかね。はい。で、伝えてきてくれてることが、お二人の間で学び合うことは、最初に奇跡と真実の扉がペロってめくって出てくれました。そして、その後に再生と運命が動き出すと愛を紡ぐなんですね。なので結構ね、お二人の学びって、なんていうのかな、運命的っていうかね、すごく結びつきがあるんじゃないかなというふうに伝わってきてます。そう、出会った意味とか、あなたとお相手様が、なぜね、お二人のことがこう気になるのか、あなた様もね、なんで気になっているのかって言ったら、私が感じることなんですけれども、お二人で、お二人の間の、お気持ちだったり、そうですね、思い合う心っていったものを、こう、結びつけてね、で、これまでね、なかなか成就できなかった。ちょっとスピリチュアル的な感じになっちゃうと、前世でね、なかなかその、お二人の関係性が認められてない、周りの方に、なかなか認めてもらえなかったとか、あとは何かのきっかけで、別れてしまった。例えば戦争とかで、離れ離れになっちゃってたりだとかね。そういった、なんかいろんなことがあって、なかなかこう成就できなかったんで、今回の今世では、お二人でこう動かすこと。で、運命を変えること。これが運命なんだ、じゃなくて、新しく
お二人の関係性は今世で紡ぎ出していくんだよって言ったことなんですね。それはあなた様とお相手様にとっては本当に奇跡的なことかもしれない。だけど、それが本当のことでしょ。お二人にとって本当の、魂からの願いであれば、そう、奇跡だって起こせるのに、あなた様たちが信じなければ起きないよって。そう、だから、なので、今回の、お二人がなんで出会ったんですかっていうようなことで、ちょっとスケール大きくなっちゃったんですけれども、非常にそれを伝えてきてくれてるんですね。なのでね、諦めないような、諦めないで、お互いの気持ちを、なんていうのかな、結びつけてね、結び合えて、なんていうのわかんない。そう、お互いの愛情とかっていったものをちゃんとね、成就していかれたら良いのかなっていったようなことを伝えてきてくれてますね。ちょっと、どうでしょうか、あなた様。そんな大げさなっていうふうに思っちゃったかな。でもね、なんか、再生なんですよね。そう。このままね、今世を終わらせることも、もちろん、お二人の関係がこのまま進まないで、終わってしまうこともあるかもしれないけれども、お二人でね、こう、動かしていくこともできるんだよっていうことなんですよね。運命を変えることができることを、あなた様とお相手様が、気づいて、肯定させていくこともできますよっていったような、そういったね、メッセージを感じました。はい。どうしようかな。じゃあこれをじゃあ一番上に置いておきますね。はい。それでは、どんな時にね、お相手様があなた様のことを思っているのかを、出させていただきたいと思います。それではめくってまいりましょう。ペンタクルの8の逆。マジシャン。マジシャンですね。ソードの7。はい。ワンドの6の逆。そしてこちら。ソーラープレクサスチャクラが出てます。そういうの逆ですね。もう、とてもね、伝わってくることがあって、やっぱりね、お相手様があなた様を思うときって、そうなんですよ。本当は、これね、溝落ちの下のあたりにあるチャクラで、もう非常にエネルギーが高まっている時にね、こう出てきてくれているカードなんですけれども、これがね、逆なんですよ。なので、本当はお腹の中というか自分の体の、中、心の中が、こう、ぐらぐらしていてね、で、整ってない。エネルギーがこう放出されていけないんですよね。表面的にね、頑張ってなんか、うまくやってますみたいな風にね、してるんだけれども、本当は内側では定まってないんですよ。その時に、なんで自分がこういう風になってるんだろうっていうのは、この方は自覚あるんじゃないかなという風に思ってるんですよね。そう、自分に、今ね、要素として足りてないのはあなた様なんじゃないかなって言ったこと。そう。で、あなた様のことを思いながらも、表面的にはこう装ってるんだけれども、もう今もね、あなた様のことを思ってらっしゃると思うんですよ。ペンタクルの8がね、出ててね、これお仕事のカードなんですよ。そう、勉強でもそうです。学生さんにも当てはまると思うんですけれどもね、お相手様、お勉強でもそう、お仕事でもそう、成果を出してコツコツ一個ずつね、こう作り上げて生み出していきますよね。マジシャンもそう、なんかこう、生み出していく、クリエイトしていく、作り出していっているように、見せてるかもしれないけれども、実は全然気持ちが乗ってなかったりだとか、こう思ったように作業が進んでなかったりだとかね。そうでね、ソードの7。これは、剣をいっぱい持ってる女性ですけれども、これ内緒でね、この剣を持ち出しちゃってるお姿なんですよ。なのでね、非常に、偽ってる。そうそう、みんなにはわからないように、バレないようにしてるよって言ったこと。そう。それと、あとこれは、ワンドの6。ワンドの6、ワンドの6のカードちゃんは、タロットの意味ではね、勝つとか勝利とか、
そう、うまくいってるような感じです。うん。まだこの先もね、いろんな戦いあるけれども、今一時は、うまくいってますって言ったようにね、いいカードちゃんです。うん。いいカードちゃんだけど、やっぱり逆になってて、ご本人的には、やっぱり何かこう、噛み合ってない。噛み合ってないし、うまくいかない。うん。そういった状態の時に、あなた様のことを思う。全くこう自分の中からエネルギーがやっぱり、自分の中で噛み合ってない。合致してないんですよね。合致してない。まあそういった時に思い出すよっていうことは、まあ常に思ってるってことなんじゃないかな。そう。あなたのことを思っているがゆえに、あなた様とのご関係性の中で何かあると、やっぱりそのダメージみたいなものを大きく影響されてしまうんですっていったことを伝えてきてくれていると思います。なんかだから、このカードちゃんたちが伝えてきてくれていることは、私が感じるのは、お相手様はあなた様がいないと、ちょっとしんどい。うん。まあ、依存っていうか、依存って言ったら依存かもしれないけれども、本当にあなた様のことをね、いつも思ってるようなお相手様なんですね。あなた様なしだと、ちょっとどうしていいのかなっていうぐらいに、ご自身の中ではあなた様がとても大きい存在なのかなっていったことが伝わってきているんですね。ということで、あの人の本当の気持ち出してもらいたいと思うんです、カズちゃんにね。はい、こちらで、ウィスパーズ・オブ・ラブさん。お相手様の本当のお気持ち、あなた様に対してどんなお気持ちなのか、本当のお気持ちを出してもらいたいんです。はい。ここですね。はい。2、4、6。あともう一種類ね。こちらのラブオラクルカードちゃんお願いします。お相手様の本当のお気持ち。A さんに対してね、どういうふうに思っているんでしょうか。はい、2の4の6。はい。ではめくってまいりたいと思います。こちら、はい、ラブエンドレス。そして、こちら、美しさ。すごいですね。この愛は終わりがないんだよって思ってらっしゃいます。お相手様、あなた様に向けて。この愛は終わらないよって。そう思い続けてるし、いつまでも好きだよって。あと美しいって。あなた様のこととても美しいって思ってらっしゃいます。男性でも女性でも。例えばね、もう見た目も大好きかもしれないし、そう、それもあるし、あと、やっぱり内面的な美しさもあるんじゃないかなというふうに思うんですよ。とてもあなた様のことをお相手様が思ってるっていったような2枚なんですね。もう本当にね、あなた様のことがなくしてしまった時に、もう本当に辛いって、いうこと。だからもうずっと思ってるんですよね、これ。マジシャンのカードも最初に出てきてますけど、表向きには平気に装ってるけど、ちょっともう動揺がすごいひどいですね、お相手様ね、これだと。でね、さっきもね、エンジェルフォーユーさんがこんないっぱいめくれて出てきてくれてるんですよ。主張してくれてるんですよね。その中で、やっぱり愛を紡ぐこと、お互いにね、学ぶこととして、やっぱ奇跡と思ってることも、動き出させること。そう奇跡を、起こすことですね。そう、それが、お互いのね、学ぶことなんだそうです。はい。すごいですね。ずっとやっぱり思ってらっしゃるんじゃないかな、お相手様は、あなた様のこと。もう猛烈大好きな大好きな方。なんかお二人の間にあるともう崩れちゃう。そう自分のエネルギーがお腹の底っていうかお腹の中にね、ある、チャクラ、エネルギーの通り道がもうなんかガタガタガタっていう風になってしまう。はい。そういったことをカズちゃん伝えてきてくれてます。あなた様にアドバイスメッセージ最後に出させていただきたいと思うんですけれども、こちら、今日はね、ドリームスケープオラクルカードちゃんにね、出てきてもらいましょう。あなた様にアドバイスというか、メッセージですね。ごめんなさい。あなた様へのメッセージ。これは、天海さんとか、大いなる存在さんからね、あなた様へ今メッセージ届けてください。はい。はい。2の C の6。何が出るかな
ホワイトバッファローさんが出ましたよ。ホワイトバッファローはアメリカ先住民に新鮮な伝説をもたらしました。彼女はラコタ族の生存を助けるために雲から降りてきたのです。なるほど。で、困難な世界に調和と精神性を取り戻す兆しです。自然がバランスを取り戻すような伝統に従いましょう。私たちの環境に変化をもたらすために自分の役割を果たしましょう。メッセージ。世界に調和を取り戻すときです。生活の中でスピリチュアリティを意識するということですね。もう、伝わってくるのは、このご関係性で、お互いに学ぶことでね、いっぱい出てきてくれてるこのカードちゃんも、割とこうスピリチュアリティなメッセージだったんじゃないかなというふうに思いますね。お相手様との間では、やはり、いろんな課題もありますけれども、愛をこう学び合うお二人なんだなっていったことは、すごく伝わってきていますので、生活の中でですね、あなた様がそういったこともね、感じつつ、これからのお二人のご関係性をね、見つめて、気づいて、いただけたらなというふうに、カードちゃんからのメッセージもらいました。はい。はい、ということで、あなた様がね、お選びいただいたこちらのカードちゃんは、クラリティ、マウンテンですね。これは、山、もう本当にね、雪の山、高くそびえてますけれども、あなた様がね、この、いろんな山の前で目を閉じてしまっているのかな。ぜひこの山の方に目を向けていただけたらなというふうに感じました。純粋な心でね、この山々を見たときに、単なる障害ではなく、その障害に、美しいね、雪が、白くかかっていたりだとか、光が差し込んでいたりだとか、何らかしらの、困難を克服する方法や、あなた様が、ポジティブに、受け取る、その障壁を、あなた様がポジティブに見ることができる、そういった視点を持って受けるんだよっていったようなメッセージを感じましたので、はい、そちらも伝えさせていただきました。はい、ということで、A さんのリーディング、こちらで終了させていただきます。ご視聴どうもありがとうございました。もしちょっとでもいいなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンの方を押していただきまして、応援していただけますと、これからもね、私もリーディング動画アップさせていただきたいなというふうに思いますので、何卒どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは A さん、ますますね、お相手様と、思いを通じ合えて素敵なご関係性になられることを願っております。ご視聴どうもありがとうございました。それではまた。はい、それでは真ん中 B のカードをお選びいただきました。あなた様のリーディングを開始させていただきます。よろしくお願いいたします。まずは、今ね、お相手様とあなた様の現状を、カードちゃんに出てきてもらおうと思っております。はい、それでは現在の状態、お相手様とあなた様のご関係性なんですけれども、現状なんですが、こちら3枚がね、ポトってこうジャンプカードで出てきてくれておりますので、もうそのまま出させていただきます。それと、こちらですね、めくってまいります。ワンダの5の逆。はい、そして、ペンタクルのエースが出ておりますね。はい、お相手様とあなた様、お二人ともね、ペンタクルのエースとワンドのエースが出てますので、非常にこう、ご関係性進めていきたいなっていう欲求とか、何かそういった、インスピレーションみたいなものがお二人共通であるんじゃないかなというふうに思うんですね。ですので、まだお付き合いされてないお二人でも何かこう共通点を感じたりだとか、こう関係性ってちょっとただならぬものになっていくんじゃないかなみたいなところがあったんじゃないかなというふうに思うんですよ。なんですけれども、現状としては一旦お二人のその進展度合いはね、今休止してるんだよって言ったことが伝わってきてて、それってやっぱりお互いの、世界観みたいなものが、なかなかこう、伝え合えてないんですよね。なんかそういったことを感じます。ワンダの子が逆に出てるので、これあなた様とお相手様の周りにね、何か付随してきているものがあるのかな。例えば、そうだな、同じようなコミュニティにいて、
誰かのね、プレッシャーとか期待みたいなものがどちらかにかかっているだとか、何かこうしなきゃいけないことに対しての、なんていうのかな、なんていうんでしょう、責任感だとか、なんかそういったことがね、あるのかな。どちらかの人か、両方のね、方かもしれないですけれども、なので、いろんななんか付随してきちゃってるものによって、一旦停止、休止みたいな感じに、今の状態はちょっと進展されていないような、ことを伝えてきてくれています。だけど、やっぱりお二人の間では何かシンパシーじゃない、ごめんなさい、テレパシーみたいなものがあるのかな。なのでね、本当はもっと発展させていきたいし、思ってる、だと思うんですよ。心のどこかでは、思ってらっしゃると思います。全くないわけではないと思います。全然ね。まだまだこれから、あなた様とお相手様のご関係性は、これから発展していくんじゃないかなっていうふうに何かどこかでね、思っていらっしゃったりだとかするのかなっていうところを感じました。はい。で、次なんですけれども、あなた様にね、対してお相手様がどんな風に見えてるか、印象ですね。それをちょっと聞いていきたいなというふうに思います。はい、それでは、あなた様の今印象、どんな風に、思われているのか開けてきますね。Do some research。はい、そして自分自身を見つめ直すのカードちゃんが出てます。ちょっと色味が、なんか重たい感じもしますけれども、これ、いろんな情報をね、あなた様がこう、取ってる、探しているみたいなところで、本もいっぱいあるんですけれども、あなた様もあなた様で何か今取り組まれていること、あるんですかね。今準備をなさっていたりだとか、何か知識をね、得ようとしていたりだとか、そういった努力しているお姿っていったものを感じる。あと、やっぱりプレッシャーとか周りのね、周りの方からのプレッシャーもあるのか、あなたが何かをこう、成し遂げるために、今、すごく集中してね、周りの方がなかなか声をかけづらいような、そんな、ちょっと張り詰めているような感じもありますね。声かけづらかったりするから。はい、そういった印象ありますっていうことです。今の時点なので、また日にちが経てば、また全然違った印象としてね、出てきてくれると思うんですけど、今時点ではあなた様のことを、ちょっと近寄りづらいというか、声かけづらいみたいなところを感じますね。すごく真剣になってますっていうことなんですけども。あとはご趣味に今没頭されてるとかね。それはいろんなご趣味あると思うんですよ。もちろん本を読んだりだとかもそうですし、お勉強もそうだと思いますし、はい。そういったところを、印象としてお持ちになられているといったようなことなんですね。で、次なんですけれども、あの人が、お相手様がどんなことでね、今ちょっとお悩みあるのかどうか、悩んでいらっしゃることがあれば、ちょっと出してもらいたいと思います。はい、では、こちらのカードじゃんけさせていただきます。じゃん。真実の扉。そっか、もう一枚もらっていいですか。2、4、6。青い鳥。そうですね。この2枚から伝わってくることは、あなた様とお相手様が、お二人で、学び合うこととして、やっぱり幸せについてね、自分の望んでる幸せを、あなた様とお相手様が気づくことなんですね。わかること。出会った時に、そうだね。あなた様が出会って、その人のことを知った時にね、本当にこの人が私の求めていた人なんだわとか、なんか探していた人なんだなとか、
あ、こういうことを私は幸せだと思えるんだとか、そういう言葉をかけてもらうと、私はとても嬉しいんだとかね。なんかそういった本当の自分の喜びみたいなことを、お互いに知るためにね、出会われたんじゃないんですかっていったことをね、感じます。はい。そのようなお二人なんだよってことなんですけれども、今お相手様が何かお悩みかどうかね、ちょっと聞いていきたいなというふうに思います。2の4の6。2の4の6。はい。では、お相手様、今、現時点で悩まれていることを聞いていきましょう。ニュービギニングス。アタッチメント。これは、自分とね、偽りの仮面みたいなものをこう剥がして、話している、お姿なんですけれども、ご自身の中でね、これは何かごまかしていたり、嘘をついたりしていたこと、それは多分自分に対してなんですよね。そういったことを抑えていたものを切り離すっていう意味なんですね。意味のカードちゃんなんです。それが逆になってますよね。新しく何か始めていきたいことがあるのにもかかわらず、なかなかそこからね、切り離していけない。自分のその欲求を素直にこう思って何かの行動に移したりだとか、変化させていくっていったことに対して抵抗してしまっている自分、それは一体何なんだろうっていったようなことをお悩みなのかな。物事がやっぱりうまくいかないんですよね。なかなかそうだとね。自分の、内面に素直になりきれない。そんな自分がちょっとね、お悩みなんだそうです。もどかしいんですね。なんかすごく変化をね、求めているんじゃないかな。ニュービギニングスがね、もう赤ちゃん、すごく輝いてますよね。本当だったら自分は、赤ちゃんみたいにね、もう好きな時に何か泣いたり、笑ったりしたい。で、なんか不快なことがあれば、ギャーって泣いてね、お知らせしたりだとかしたい。だけどそういったことがなかなかできない。自分の欲求通りに、思うままに、表現できないとか、そういったことにお悩みなのかなというふうに思います。これ、あなた様へにもそういうふうな態度にしてしまっているのかなっていったこともあるんじゃないかな。つまり表現がすごく自分は下手くそだなとか、あなた様にうまくね、アプローチできないなとか、もしお付き合いしていらっしゃってる関係ならば、やはりその自分の素直さみたいなものもね、あなた様に表現できない。なんかそういったことを感じますね。はい。では、どんな時にね、あなた様のことを思っていらっしゃるのか、カードちゃんにね、聞いていきたいと思います。お相手様があなた様のことを思う時はどんな時ですか？それではめくってまいります。フールの逆、愚者の逆ですね。ガイド、司祭さんの逆、カップの10の逆、そして、月、はい。そしてこちら、サイキックハーツさん。waiting results の逆ですね。こういったカードの逆が出ております。ちょっと整地にさせていただいておりますが。はい。まずは、こちらのカードちゃん。待っている結果っていうね、カードちゃんなんですよ。意味が。でね、この方の足元をご注目していただきたいんですけれども、木がもう生えて、この方を取り込んでしまっているぐらい、ちょっと時間がすごくかかってるっていったことを私は感じますね。それのさらに逆なんです。なので、待っている結果、ずっと待ってしまっている。時間がすごく経っているし、待ちの姿勢なんですよね。この方。で、なかなか結果が出ない。そこにちょっとやきもきしたりとかもしていたり。でね、そんな時、はい、こちらのね、タロットカードちゃんからも見ていきたいと思うんですけれども、3枚逆にしますね。こういう風にしますね。
なんかね、やっぱり、幸せっていうカードちゃん出てます。うん。思いがね、熟成されて、最後はね、ハッピーエンド。うん。ハッピーエンドで、ありたいし、もっと自由に活動して、自由にこう気持ちを伝え合ったりだとかね、うん、自分の表現ですよね。そう。だけど、ガイドは、ガイド。これね、ちょっといろいろ取れますよね。まあ、将来的な約束なんじゃないかな。うん。そうね。この人の願望だと思います、これ。うん。あなた様とのね、幸せな生活、これからね、ハッピーエンドに向けて、もう楽しく、楽観的に、自由に解放されている状態。そういった約束事をして、あなた様とね、これから歩んでいきたい。うん。だけど、これ逆になってて、で、ムーンのカードが出てますよね。ムーンって、不安、恋しく思う気持ち。気持ちばっかり高まってしまう。そう、自分ばっかり思ってるんじゃないかとか。そう、だけど、お相手様のことがよく見えない。そういったような意味合いを感じます。うん。なのでね、なんかもやもやしちゃってるんですよ。そう。あなた様のことをね、やっぱり待ってる。待ってるんですね。変化を待ってたりだとか、うん、それもある。うん、あると思います。今ね、一時期こう、ちょっとストップの状態だっていうふうに、カードちゃん現状で伝えてきてくれてるんですけれども、今も常にやっぱりそのあなた様とのご関係性、願ってることがありますよね、お相手様。うん。で、あなた様のことを思ってます。かなり思ってます。思う時っていうかもうずっと思ってるんじゃないかな。ずっと待ってるんですよね。動き出してくれることを。そう。この方が動けない何か事情があるかもしれないけども、思ってることは確実にあなた様のことは思ってます。うん。でね、二人がどういう風になっていくんだろうって、もやもややきもきしてるんじゃないかな。時間がすごくかかってるってことも感じますので、まあ、お付き合い長い方なのかなっていったことも感じます。うん。そういったあなた様へね、思いを向けてるんだよってことをカードちゃん伝えてきてくれてます。どんな時にですかって言われると、どんな時になんでしょうね。これ、でももう常になんじゃないかな。ずっと待ってるよって伝えてきてくれてるんですよね。長いこと結果を待ってるっていうようなことなので。もうあなた様のことをね、思うと、やっぱりこう、やきもきしてしまうんじゃないかな。うん。幸せになりたいねって。あ、そっか。だからこれなんだ。本当の気持ちは、本当は幸せになっていきたいんですよね。お互いに。そう。本当の扉を開けてもらえたらなというふうに、カードちゃんから伝わってきております。はい。はい。それではね、今、お気持ちも結構言っちゃったんですけれども、そのお相手様が本当にね、思っていることを出してもらいます。はい。2、4、6、飛んだ。はい。はい、それではですね、こちら、お相手様の本当に思ってることを出してもらったんですけど、こちらのね、ラブオラクルカードちゃん2枚ピョンって出たんで、採用させていただきました。2枚目がこちらです。よく考える。愛すべき人よく考えるのカードちゃんが出てきてくれて、もう1枚、こちら、ウィスパーズさんからは、デモンストレートラブですね。デモンストレートラブ。愛の表現なのかな。はい、こちらのカードちゃんは、愛する人にとって何が大切なのかを知り、それを行動に移しましょうといったカードちゃんなんですね。愛を表現する。はい。ですので、この方は本当にいろいろ考えちゃう。あなた様のこと。愛すべき人。愛しい人。そう、この人なんだっていうの分かってるのに、そう、いろいろ考えちゃうんだよって。いろいろ考えちゃうし、あなた様のことをいっぱい考えちゃう。でね、表現をすることが、やっぱりちょっと、一個、クッション、ワンクッションじゃないけど、置いちゃうのかな。
そう、1テンポ置いて表現にこう移していくっていったような方なのかなっていったことも感じるんですね。愛の表現なんですよね。そう、なので、本当はあなた様に表現したい。愛しているよとか、好きなんだよ、大好きなんだよ、大切なんだよっていうことを伝えたいんだけれども、考えちゃうんですよね。うん。もう一つは、あなた様のことを、考えている。そう。だから将来的なこととかも考えちゃう。あ、ごめんなさい。ちょっと早口だった。うん。そうなんですよ。そういった本当の気持ち分かってもらえたらな、みたいなところがあるんじゃないでしょうかね。あなた様のことを愛するべき人だっていうことはよく分かってる。そう。伝えたい。表現したい。うん。だけど、なかなかこう、考えちゃうんだっていうことをね、はい、本当の気持ちとして持っていますっていうことを伝えてきてくれてました。あなた様へ、ちょっと曲がっちゃった。ごめんなさい。あなた様へ、よいしょ、メッセージを、大いなる存在さん、展開の、存在さんからね、出させてもらいたいと思います。ドリームスケープオラクルカブちゃんです。あなた様へメッセージ、お願いします。はい、2の C の6。こちらです。セルキー。ちょっと。はい、はい。豊満なね、バディが、見事な、豊満な部分がちょっと見えてしまいました。はい、セルキーさん、出てきてくれてます。あなた様にメッセージということで。セルキーさん。あった。はい、こちらのカードちゃんね、メッセージ。自分の自由が損なわれていると感じ、自制心を失われる。はい、スコットランドの神話に登場するセルキーは、アザラシから人間に脱皮することで姿を変えることができる。変身動物です。神話によると、もし男性が女性のセルキーを捨てた皮を見つけたら、人間の体になったままのセルキーと結婚することができると言われています。男は皮を隠し、彼女の本性を封じ込め、決して海や親族に返すことをできなくします。セルキーが自由を得る唯一の方法は、彼女の皮を見つけ、取り戻すことです。オスのセルキーは非常にハンサムで、女性を誘惑します。また人魚の神話も彼らから来ています。人魚の元となっているお話。自由が損なわれていると感じ、自制心が失われる。メッセージ。自由、メッセージ。ちょっと待ってくださいね。なんかね、キーワードとして気になることが、変身するってこと。脱皮とかね。なんかそういった言葉伝えたいのかなっていうふうに思うんですよ。幸せになる、その、途中のね、工程の中で、男性もね、女性も変身をすること。それをね、ちょっと待つというか、時間がちょっとかかったとしても、変身をしていくことに、温かく見守るとか、あとはそうですね、お相手様も多分変身したいのかなっていうふうに思うんですよ。変身っていうのはあなた様に表現をしていく。そういったね、これから成長されていく。ちょっと失礼な言い方になっちゃってすいませんなんですけれども、お相手様が、成長していきたいなっていうふうにもしかしたら思われているんじゃないかなというふうに思うんです。本当の心の底では、あなた様に愛の表現をしていく。だけど考えちゃうからできない。でも、ね、そうか。ちょっと待って、さっき出てましたよね。あれどこだどこだちょっと待って。これです。ほら、アタッチメント、お相手様のお悩み、新しく始めていきたい、自分の表現、赤ちゃんみたいにねっていうふうに私さっき申し上げたんですけれども、自分のその偽り、抑えてること、隠してること、そういったことをこう切り離して、もっとこう表現していきたいっていうふうに多分思われている。いつもずっと待ってるんじゃなくて、自分もやっぱり表現していかなきゃなっていうふうに思って考えている。そう。なので今ね、発展していく途中の段階で、ちょっと停滞しているかもしれないけれども、あなた様へのメッセージとしては、そういった変化、成長みたいなところ、そう、変身をこう見守ってあげたらいかがですかっていったようなことを感じました。はい。ということで、こちらね、お選びいただきましたカードちゃん、アニマルス。
コンパニオンシップ。こちらは、私たちはみんな特殊能力を持っています。あなたの能力を発揮しましょう。それをみんなと分かち合ってください。自然があなたを呼んでいますみたいな感じなんですよね。はい、解説本にあると。B さんどんな感じですか？このカードちゃん。能力ね。わかりました。伝わってきてることわかりました。みんなその私たち以外の動物は、表現しますよね。にゃんこちゃんでもワンちゃんでも、嬉しいなって言ったら尻尾振ったりだとか、にゃんこだとスリスリすんごい来てくれたりとかするじゃないですか。そう。なんか愛の表現っていう風に感じるんです。愛の表現が結構テーマになってるんじゃないかなという風に感じました。このカードちゃんからは、その素直にね、愛を表現し合えたら、とっても明るいね、今後に繋がってくるんじゃないかなっていうようなメッセージを私は感じました。そう、アニマルズ。本能というか、野生味とかね、そう、愛している、大好きだ、家族だとか、家族だ、そういったね、気持ちみたいなものをこうもっと表現できたらいいですよねっていったようなメッセージなんじゃないかなというふうに伝わってきました。はい、ということで、B さんのリーディングこちらで終了させていただきたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。いかがでしたでしょうか？もしちょっといいなというふうに思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価の方をしていただけますと、大変ね、モチベーションアップさせていただきますので、そちらの方も何卒よろしくお願い申し上げます。はい、B さんがお相手様とね、表現がもっとね、豊かに愛情の表現ができて、今後もね、素晴らしいご関係性発展していただきますことを願っております。ということで、ご視聴どうもありがとうございました。もしよかったらまた見ていただけたら嬉しいです。それでは、ありがとうございました。それではまた。C さんのリーディング開始させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは、C さんとお相手様の今の、現状、どういった、関係性の現状であるかを出させてください。はい、それでは見させてください。ワンドの10の逆、ワンドの6、スタート、ワンドの3が出ておりますね。はい。お相手様とあなた様、今ね、変化の時を迎えていらっしゃるんじゃないかなっていったことが伝わってきていますね。お二人で望んでいるような、何か目指しているようなこととかね、なんかそういったことに向けて、ご一緒にか、それぞれか、現状が変わろうとしているっていったことを感じるんですね。それはこれから、希望を持って期待しているような、そういった、エネルギーを感じます。お二人から。なので、そうですね。状況が変化するのか、あるいはお二人の関係性がお二人の間でこうスタートしていくとか、新しい、ところに移り変わっていくといったような、どっちか、どちらかなのかなっていうふうにも思いますし、どちらもかもしれませんけれども、変化の時が今やってきたよって感じがいたします。このね、ワンドの10が、逆になってるんですよね。そう、だからもうね、お互いにこう、何か見えないものをこう探しているような感じなんですけれども、そういうものをこう見つけてね、次のステップに行こうっていうふうになさっていたりだとかするのかな。なんかそれぞれに終わりを迎えた、何か片付いたとか、もう一つは、お互いにその共通点を見つけられたとか、共有するものが、分かったりだとか、気持ちの部分ですごく結びついたとかね、なんかそういった出来事があったりだとか、これからお二人の仲がこう発展していくような感覚をこう得られているような、そういったカードちゃんの並びを私は受け取りました。あと距離ですね。お二人の間の距離を縮めていく。それに対してすごくね、積極的であったりだとか、行動的だったりだとかね。なんかこう、思考を巡らせて、何かね、こう、行動に移していく。実際にやってみようみたいな。
お互いに引っ越して近くに住もうとか、もっとね、気持ちを重ね合わせられるように、一つになるために、何かね、例えばデートをしようだったりだとか、なんかどっか行ってみようでもいいですし、切り替えの時がやってきたみたいなところを感じるんですね。はい。では、次にね、お相手様があなた様にどんな印象をお持ちなのか、今の段階でですね、どういうふうに見ていらっしゃるかを出させてください。はい、めくってまいります。エモーショナルヒーリング。はいはい。そして、成長と変化の時。あ、やっぱりそうなのかな。答え出した方がいいかな。あなた様のことをね、お相手様は、もう本当に、気持ち癒されてますっていうことなんですよ。見てるだけで、なんか、ほっとできたりだとか、なんか安心できるんですって。あなた様はね、見てるだけでもそういう存在なんだよって。で、成長と変化の時なので、これはお二人なのかな？なんか自分たち一緒にね、こう成長して今変化の時迎えてるよねって。なので、なんか温かなね、ものを二人でこう一緒にめでてる。育ててるお花をね。そう。関係性をこれから育んでいくパートナーさんとして、あなた様のことを見ていらっしゃるよっていったことも伝わってきているんですね。お相手様にとってはあなた様がとてもね、心を癒してくれる存在だっていうふうに、見ていらっしゃいますよって言ったこと。そう。で、今は二人で変化していこうねって。何かを二人でやっていこう。めでて育てていこう。みたいなね、ところを、感じます。なので距離感もどん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 ね、縮まっているんじゃないかな。すっごい、距離近いですよね。そうそう。そばにいるよっていうような、安心感をくれるとかね。はい、そういったことをね、あなた様に印象を持っているよっていったことを伝えてきてくれています。次にですね、お相手様、何かお悩みがあるんだったならば、どんなお悩みなのかっていったことを、カードちゃんに出てきてもらいたいと思います。はい、では、めくってまいりますね。ビハインドマスクの逆。そして、adjust possibilities ですね。はい。はい、このカードちゃん出ました。お相手様のお悩み。もしね、この、カードちゃん正位置に出てしまうとですね、お相手様の中で自分のね、思いと行動とかも合致してないような状態で、もうなんか自分の、ことを、掴みきれてない。認められないとか否定してしまっているような自分っていったような意味合いなんですけど、これが逆になっているので、お相手様はね、自分のことをね、自分として受け入れられてる。つまりは、非常に状態がいい、状態なんですよ。お相手様の中でね。そう。なので、悩みとして聞いているんですよね。エネルギーとか、自分のね、欲求とか、やる気とか、なんかそういったものが、やっとこう整ってね、状態良くなりつつあって、そう。で、その上で、じゃあどの方法を選ぶかとか、どの道を選ぶとか、そう。扉がね、いっぱいあるんですけれども、どこからここから出ていこうっていったようなことを、悩んでいる。悩んでいるというか考えているに近いかな。お悩みっていうほどじゃないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、強いて言うならば、やはり今後の展開として、どこの場所に行こうかなみたいな。そう、これもそうなんですけれどもね。ここの高台から、この方は、見下ろす海の先、どの方向に向かって自分はね、移動してそこに根を下ろすか、生活していくか、みたいなところでね。あとは、自分の勝負していく場所をこう考えたりとかするわけですよ。はい。そうなんですね。はい。だけど、こちらのカードちゃん、だけどじゃなくてごめんなさい。その流れなんですよね。やっぱり、自分が選択肢として、数ある中、どういうふうにね、方向を決めて、そこへ向かっていくかっていったことを、考えていらっしゃるんじゃないかな、今。そういったことをちょっとね、悩んでいますっていったようなことを伝えてきてくれています。はい。お相手様とあなた様が出会って、こういった関係性になった、学び、お互いにとっての学びとは何なんでしょうかっていったところを、次に見させてください。
はい、お二人にとって、学び合うことは何ですかって言ったことなんですけど、青い鳥と海藻が出ましたよね。青い鳥って、幸せな青い鳥って、言うので、幸せがやっぱりテーマなのかなというふうに思うんですよ。あなた様とお相手様、このようにね、生まれてきて幸せになるために、もちろん生まれてきたんだよって言ったこと。それを学びましょう。お互いにね。うん。なのでね、魂同士がこう、くっつき合って、寄り添い合って、一つのね、ものをこう、家庭を築いていったりだとか、そう人生を共に歩んでいったりだとか、その上でやはり幸せを追求していく、そういったことをね、伝えてきてくれてるのかなというふうに思うんですね。はい。なので、今の状態ね、とてもいい状態なんじゃないかなというふうに思います。新しい動きがやってきているような、はい、そんな感じが、いたします。次に、あなた様のことをお相手様が思うとき、どんなときですかって聞いていきたいと思います。それではめくってまいりましょう。まずこちら、サイキックハーツさん、トラストの逆。すごい、0番。ワンドのページちゃんと、カップの6、カップの8、そして、テンパランスの逆逆位置が出てますけれども、まずは、もう、あなた様のことを、これ思い出しているカードじゃん。お二人のご関係性で、これまでのこともね、思い出している。そして、お相手様があなた様の前にあった思い出の中で、ご自身が、自由にできなかったことなので、ちょっとね、なんていうかな、トラウマ的なところをこう、思い出させてしまうような出来事があったりだとかね。なんかそんな時にあなた様のことを思い出す。それは、テンパランス、二つのね、液体が一緒に一つになっているっていったようなことなんですけれども、やっぱりあなた様のね、優しさ、癒し、自分をこう解放したりね、温かい気持ちにしてくれてるのはあなた様だから、そう。なのでね、自分がやっぱりちょっとしんどいトラウマにね、こう、触れてしまった時とかね、そう。どうしようもなくなんか不安だったり、自分のことをこう閉じ込めてしまうような時、その時あなた様がふっとこう、やっぱり出てきて癒してくれてるんだよって言ったことなのかな。あなた様の姿を見た時とかもそうかもしれないね。例えば今 SNS であなた様がね、発信する何かお写真だったりね、あなた様のお姿かもしれないですけれども、そんな時もすごく強くね、あなた様を思うのかな。もう今すぐ、癒されたいなって思うのかな。安定したい。あなた様の、そのヒーリングね、感情を穏やかにしてくれたりだとかする力。そう、そこに触れたいんだっていう風な気持ち。ワンドのページじゃん。なんかね、純真さとか子供の頃とかっていうのを感じるんですよ。自分がね、ワクワクして何かやりたいなっていう風に思った時とか、子供の頃ってそういうのありますよね。もう何も、こう、なんていうのかな。大人の事情とかもなく、純粋に、清らかなね、気持ちでこう取り組みたいなっていうワクワクする気持ちとか、そういった時、その時もあなた様のことを思うよって。ということです。はい。お相手様がね、あなた様が解放してくれるんだよって言ったことも伝えてきてくれてますね。そんな時にね、自由になりたい時は、心がね、解放されたい時は、あなた様のことを思い出すっていったようなメッセージ感じました。はい。次にですね、あなた様に対してお相手様、本心はどんなことを思っているのかを、カードちゃんにね、出てきてもらいたいと思います。はい、それではお相手様、なんか2枚出てる。本心のところを開けさせていただきます。
have patience, the heart of the matter。そしてこちらのパラボラクルカードちゃん、安全な場所。やっぱりね、あなた様はもう本当に自分の中での安心で、もう揺るぎない安らぎの人なんですよ。そう。絶対ここは大丈夫だっていう安全地帯じゃないけど、あなた様の存在がね、自分をどれだけ安心させて癒してくれるかっていったこと。そうなんです。でね、このカードちゃんなんですけれども、これはもう痛みを、味わっているこの姿。子供のね、頃の痛み、孤独感。そう、そしてこれは、物事の革新っていう意味なんですけれども、もうね、すごいわかりやすく伝えてきてくれてるなと思うんですけれども、その、小さかった時のトラウマ、先ほども申し上げたんですけれども、そういったね、ものをあなた様が癒してくれていますよね。まさに。で、いろんな夢を見させてくれてるよっていったことも伝わってきます。あなた様が寝ているんだけど、この眠りの安らぎね、安心して眠れる場所をあなた様が提供してくれてる。なので、だいぶね、お相手様のそういった、辛かったものとか、苦しかった思い出とかを、あなた様が、癒してくれてるんじゃないかな。で、だいぶ、ぐっすり眠れるようになったよっていう方もいらっしゃると思います。それってすごい大きいですよね。健康の面でもあなた様は支えてきてくれてるんじゃないかな。そういった感謝みたいな気持ちも伝わってくるんですね。本音本心のところで本当にあなた様が自分にとってどれだけ大切な存在か。これ人がいっぱいいるけど、でも、これぐらいね、これぐらいあなた様はいろんな人を癒せる力があるんじゃないかなっていうことも思ってるんじゃないかなっていうことが伝わってきます。あなた様は自分にとって本当に、安らぎをくれる方なんだよって。ね、すごい存在だなっていうふうに、感じました。お相手様の本音本心を見させていただいたんですけれども、あなた様にね、大いなる存在性、宇宙からね、宇宙とか天界さんからのメッセージを伝えさせてください。よいしょ。あなた様にメッセージ、大いなる存在さん宇宙からあなた様へ。ごめんなさいね、変な日本語になっちゃった。いつものこと。2の、C の、6。よいしょ。はい、ではこちら開けます。デスマザーすごい。デスマザー出てきてくれましたよ。よいしょ。ちょっと待ってね。よ。ちょっと待って。あった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 。あれ、ごめんなさい。崩れてきちゃった。はい、こちらね。ちょっと怖いですけれども、温かい優しいメッセージですので大丈夫ですよ。はい。このデスマザーさんは、亡き人のすべてを知っている。デスマザーは指先で黄金の輝きを愛撫する。このデスマザーさんっていうのは、死にゆく方を優しくね、送り出す、マザーなんですね。なので、ちょっと怖いですけれども、ある意味、優しくね、なんていうか、次の段階に、送り届けるというか、見送る、お母さんなんですね。C のお母さんなので。なので、メッセージとして、あなたはもう役に立たない何かに縛られていると感じている自分を解放しましょうということなんですよ。これ、お相手様のね、もういらないでしょって、トラウマとか傷ついた過去ね、もちろんその方を形成していく要素としては、例えば、すごい大きなね、優しさ、愛を、お相手様が持っているとしたら、その要素として、辛い過去があったかもしれない。だけど、もうそこに縛り付けていることは、理由はないでしょっていうことをね、あなた様が、お相手様に促して差し上げてるんじゃないかなというふうに思うんですよ。すごい愛と優しさで、次の段階に引き上げてくれてるんじゃないかな。浄化ですよね。そうそう。なので、お相手様がもう本当にいらないよって思う、その過去をもあなた様が浄化して、手放しをさせてあげてるんだよって言ったようなメッセージなんじゃないかなというふうに伝わってきてるんですね。ちょっと怖いんですけど、でも、メッセージとしてはとてもね、なんか、優しいメッセージじゃないかなというふうに私は
思いました。はい。お相手様の浄化をね、あなた様がしているんだよって、そういうことを伝えてきてくれてると感じました。すごく大きな、お仕事というか、成し遂げること、使命なのかなっていったようなことも感じますね。今ね、現状の段階のカードちゃんも次の段階に行く変化ですよということで、急激にね、何か動き出したりだとか、お二人の距離がぐっと縮まるようなことが、あったりとかもしたのかなっていったことも感じるんですけれども、こちらのね、お選びいただきましたカードちゃんですね。Speaking Your Word、ボイスが出てます。声ですね。声とか、あなたの、言葉、そう、お話ししましょうということで、やっぱ伝え合って何か理解をする。で、お互いのなんていうの、事情とかね、どうしてこういう風になってるんだろう、その人の過去をお互いに知ることで、ぐっとね、心の距離が縮まって、すごい変化しているタイミングにお二人いらっしゃる、そんな方が多いのかなっていうような C さんを私は感じましたので、これからもですね、お二人で言葉として、声として、表現として、伝え合って、癒し合う。で、幸せになることを、やはりあなた様とお相手様が思い出して、その人生の目的みたいなものを、なさっていかれると良いのかな、というようなことを、カートちゃんから感じました。いかがでしたでしょうか、C さん。ご視聴どうもありがとうございました。こちらで C さんの、リーディング、終了させていただきます。もうちょっとでもいいなというふうに思っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録の方でもね、押していただきましたら、すごくね、モチベーションこちらいただけますので、何卒よろしくお願い申し上げます。はい、ということでですね、C さんとお相手様、もっともっとこう、癒し合ってね、素敵なご関係性発展させていただけたら良いかなというふうに願っております。ご視聴どうもありがとうございました。それでは、また。